皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年9月3日火曜日です。先ほど病院から戻ってきたばかりです。先月ですね、8月の20日に経過観察1回目の3ヶ月という形で、検査をしてきました。その結果が今日出たわけです。血液の、検査結果からすると、主要マーカーの値も、標準値の中に入っておりまして大丈夫ということです。そしてそれ以外にも、抗がん剤治療中には白血球や高中球数という値が低下しておりましたけれども、すべて標準値に入っておりましたので安心しました。また、20日の日にですね、8月の20日の日に、細胞診といって、頸部の部分ですねの細胞も取って、もらいましたけれども、その検査の結果も今のところ、がんが転移していないということが分かったので、それもほっとしました。という形で、がんに関しての経過観察1回目としては、血液も細胞も大丈夫だったという、報告ができます。ありがとうございます。そして、ここのところめまいがひどくて、ちょっと様子を見ていたわけです。このめまいは経過観察になったあたりから、少しずつありましたけれども、こんなものは大丈夫かな、耳石が取れてちょっとこうめまいがしてるのかなぐらいに思っていたんですけれども、なかなか、こう回復しなくて、先日ですね8月に、耳鼻科に行って見てもらったところ、メニュエル病というのですというふうに言われました。でこれは、聴力の、右側の方もちょっとひどいのかなと思うんですけど、右側の聴力が落ちていて、でめまいがひどいという形ですね。でメニエール病っていうのは、ご経験された方も多いかもしれませんけれども、普通のめまいだけじゃなくて聴力も落ちるということで、原因はストレス、それから寝不足、疲れというのが、原因として挙げられるようです。先生からもそれを十分注意するようにと言われましたけれども、今の世の中、ストレスない人ってあまりいないと思うので、皆さんもぜひ気をつけてみてください。前回私がこのメニエール病になったのは父が亡くなった時だったんですね。でその時やはりストレスもあったし、寝不足もありましたので、うなずけます。で今回はやっぱり自分ではそれほど気にしているつもりはありませんでしたけれども、がんになったこと、これが一つの要因だったんではないかなというふうに思っています。また、膝の調子が悪くて寝不足っていうのはもうずっと続いているので、夜寝る時ですね、寝返りを打つたびに、膝の痛みが強くて起きてしまうということがありますので、それが、原因だったのかなというふうに思っていますが、今現在は、まずいお薬を、たくさん飲んで治療しています。ただ聴力のことも、ぐるぐる回ることも今のところ服用しているお薬によって改善されていることはないので、今週末また1回検査に行きますけれども、また薬が少し増えるのかなというふうには思っておりますが、ゆっくりゆっくり行動するようにしています。ただ、寝ていても寝返りを打つたびにこう目が回るので、それはちょっときついかなと思いますし、普通の行動でもさっと動いた時にこうめまいがぐわーんとこう来る形で、それも転ばないようにするのを注意しているという感じです。こんなところですね。めまいももう診断がついて、治療に入っていますので、ご心配いただいた皆様ありがとうございます。そして、膝のことに関してですけれども、今現在抗がん剤治療の時の副作用として左の足先ですねがしびれている手足症候群というものが続いておりますので、膝の手術ができないかなと思ってはいましたが、
とりあえず、病院に行って先生に聞いてみたところ、その先がしびれていることは関係なく手術ができますよっていうふうに言っていただいたので、膝の状態を見てもらったわけです。で、2年ぐらい前とそれほど変わってはいないんですけれども、今月末に、MRI というのを取って軟骨の残り具合を見て大丈夫であれば、骨切りという手術を年内にした方がいいんじゃないかということで、とりあえず、見ていただいています。また、それに関しては手術の日程が決まったら、ご報告したいなというふうに思っております。膝が痛いという形は結構、女性でも年を取ってくると多いことだと思うんですね。ただ、骨切りというのは、人工関節にしなくても自分の骨を利用してできる方法のようなので、もしかしたら参考にしていただける内容かもしれませんので、またそれはそれとしてあげたいなというふうに思っています。ただ、入院がですね1ヶ月にもなってしまうので、どのタイミングでできるのかというのは今考慮しているところです。こんなところですね。で、あと、そうです、忘れてましたけど、髪の毛が結構伸びたんですね。今からお見せしたいと思います。いかがですか？これもうだいぶ昔は直毛だと思っているんですけれども、多少のウェーブあっても結構癖がやっぱり強くなってるかなというふうに思います。どうでしょう？ただここ最近もそうですけど、日に日に伸びている感じはします。で、ちょっと分け目がちょっと変わってしまったんですけど、こうやってやると間から毛が見えるぐらいになってるんですね。だから結構伸びてる感じかなと思うんですけど、いかがでしょう？わかりますか？今のところはですね、外に出る時にまだまだちょっと薄い部分があるので、こういった帽子をかぶって、頭皮を刺激しないようにしておりますけれども、通常人と会って部屋でくつろいでいる時はこのような形で、過ごしていることが多いです。また、眉毛もしっかりあって、これもうだいぶ揃えるのに、切ってますけれども、このぐらいしっかりしてますし、まつげもちょっと今日外に行くのでお化粧してるんですけど、まつげも昔ほどまだ長さは揃ってないんですけれども、全体的に出てきています。こんな感じですね。なんでだいぶ、昔に戻ってきたかなというふうには思っています。こんな感じです。だから、今現在治療されていて、髪の毛が抜けて本当に大丈夫かなって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、見てください、大丈夫ですから、今抜けていても、抗がん剤治療が終わったら私のようにまた生えてくると思います。ただ毛質はねちょっとどうなるのかなってまだちょっと不安な部分もありますけれども、くるんくるんになっても、ストレートかけてもいいわけですからね。ちょっとその辺はまだ、どのぐらい伸びるか、どういうふうに毛質が変わるのかっていうのはちょっと分かりませんけれども、こんな状態にはなっています。こんな感じです。今現在の私の体調も含めてお話をさせていただきました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。